ワークの色を一部分のみ変更する方法について説明します。ワーク全体の色を変更する方法は、動画、製品をハイライトして強調しようを参照ください。事前ファイル、チェンジマテリアル、アンダーライン、before.vcmx を開きます。シミュレーションを実行します。ワークが生成され、コンベア上を移動します。ワークを生成し、コンベア上を移動させる方法は、動画、装置シミュレーション用コンベアを作ってみよう、パート1を参照ください。ワークのロット部分のみ色を変更します。シミュレーションをリセットします。ペイントマシーンにセンサーを設定します。ペイントマシーンを選択し、モデリングタブを開きます。センサーが検出する位置を設定するため、フレームを追加します。フレームとは 3D ワールド上で位置と方向を定義する基準点です。ジオメトリグループのフィーチャーを展開し、その他からフレームを選択します。3D ワールドにフレームが表示されない場合、3D ワールドツールバーのフレームタイプを展開し、フレームにチェックをつけます。フレームタイプアイコンが透明な場合、機能は無効となっているため、アイコンを選択し、有効にする必要があります。3D ワールドにフレームを表示できます。フィーチャープロパティウィンドウで名前をチェンジポジションに変更します。フレームを移動させます。チェンジポジションを選択した状態で、ツールグループのスナップを選択します。スナップは選択しているものを 3D ワールドの選択した位置に移動できる機能です。選択しているものの原点を基準に移動できます。ペイントマシーンの先端を選択します。センサーの検出範囲を設定するため、チェンジポジションからコンベアまでの距離を測定します。ツールグループの測定を選択することで、3D ワールドで選択した2点間の距離を測定できます。チェンジポジションとコンベアの上面を選択します。2点間の距離が 3D ワールドと出力ウィンドウに表示されます。ワークを検出するため、センサーを追加します。動作設定グループのビヘイビアを展開し、センサーからレイキャストを選択します。レイキャストセンサーは定義したフレームの位置から光線を照射し、光線と交差したコンポーネントを検出できます。センサーの位置をフレームを選択して定義します。プロパティウィンドウのフレームでチェンジポジションを選択します。選択したフレームのプラス Z 軸方向に光線は照射されます。表示する光線の長さとワークを検出する範囲を設定します。最大範囲はセンサーと検出したコンポーネントとの距離を測定できる範囲です。シグナル範囲で実数型シグナルを定義することで距離を出力できます。今回、シグナル範囲は使用しませんが、3D ワールドに表示される光線の長さを変更するため270と入力します。コンベアを検出対象としないため、測定した距離より短く設定します。検出式位置はコンポーネントを検出できる範囲です。検出式位置を270に変更します。3D ワールド上の光線の表示、非表示は光線表示で変更可能です。検出したワークの情報を取得するため、コンポーネントシグナルを設定します。動作設定グループのビヘイビアを展開し、シグナルからコンポーネントを選択します。コンポーネントシグナルは、コンポーネントを値として送受信できるシグナルです。コンポーネントグラフウィンドウのレイキャストセンサーを選択します。
プロパティウィンドウのコンポーネントシグナルでコンポーネントシグナルを選択します。ワークの色を一部分のみ変更するため Python スクリプトを追加します。動作設定グループの Behavior を展開し、その他から Python スクリプトを選択します。Python スクリプトエディターが自動的に開きます。変更する色をマテリアルライブラリーから取得するため、Gemini のアプリケーションにアクセスします。app=getApplication と記述します。color=app.findMaterial と記述することで、マテリアルライブラリーを参照できます。括弧内にイエローと記述し、名前が一致するマテリアルを参照します。ジオメトリグループ、ツール、マテリアル、割り当てを選択することで、マテリアルライブラリーを確認できます。シグナルの値が変化したとき、処理を実行するため、関数オンシグナルに記述します。パスを削除します。関数オンシグナルの引数シグナルには Python スクリプトに接続されたシグナルが入ります。if シグナル .value エクスクラメーションマークイコール none コロンと記述し、センサーが検出したとき以下の処理を実行します。work イコールシグナル .value と記述し、変数 work にセンサーが検出したコンポーネントを代入します。feat イコール work ドットルートフィーチャーと記述することで、コンポーネントグラフウィンドウ下段のルートにアクセスできます。ルートの5階層にあるフィーチャーを取得するため、ドットチルドレンと追記します。目的のフィーチャーを探すため、for i in feat コロンと記述し、フィーチャーを一つずつ確認します。フィーチャーの名前がロットである場合、処理を実行するため、if i.name イコールイコールロットコロンと記述します。色を変更するフィーチャーのタイプがジオメトリーの場合、i.geometry.geometry_sets 0. マテリアルと記述することでマテリアルにアクセスできます。フィーチャーにマテリアルという設定項目がある場合、i.material と記述することでアクセスできます。詳細は Help タブ Python API VC フィーチャーを参照ください。イコールカラーと追記し、指定のマテリアルを設定します。i.rebuild と記述し、フィーチャーを再構築します。Python スクリプトをコンパイルします。Python スクリプトとシグナルを接続します。コンポーネントグラフウィンドウでコンポーネントシグナルを選択します。プロパティウィンドウの接続プラスアイコンを選択します。Add Connections Items ウィンドウで Python スクリプトを選択することで接続できます。シミュレーションを実行します。ワークのロット部分のみ黄色に変化していることがわかります。しかし、次に生成されたワークも同時に色が変化しています。コンポーネントクリエイターが生成している場合、すべてのワークがフィーチャーを共有しています。コンポーネントをコピーしたときも同様です。シミュレーションをリセットします。ワークのテンプレートファイルを再度設定する必要があります。今回、ワークには e カタログ、タイプ別モデル、プロダクツ&コンテーナーズのピストンアッシーを使用しています。右クリック、メタデータを表示を選択し、VCID を
コピーします。コンベアを選択し、コンポーネントプロパティウィンドウ、コンポーネントクリエイタータブのパーツの VCID を削除し、エンターキーを押します。VCID コロンと入力し、先ほどコピーした VCID を貼り付けます。Python スクリプトで色を変更する前にフィーチャーの共有を解除します。変数 work の代入語 work.makeUnique と記述することでフィーチャーの共有を解除できます。3D ワールドに配置されているコンポーネントの共有を解除する場合、コンポーネントを選択し、右クリック、ツール、コンポーネントを1位にするを選択します。Python スクリプトをコンパイルします。シミュレーションを実行します。ペイントマシーンを通過したワークのみ色が変化していることがわかります。シミュレーションをリセットします。ワークの色を一部分のみ変更する方法についての説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。